皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの衰退について、北朝鮮の役割がだんだんと増えてますよという話をしようと思います。その後、ヨーロッパ全域の話、ウクライナ支援の話題と絡めて、イギリスの議会選挙、そしてフランスの議会選挙、この2つの選挙についての解説をしていこうと思います。というわけで今回取り上げる3つの話題はこちら。1、ロシアの北朝鮮頼りがだんだんとエスカレートしています。北朝鮮製の石鹸、衣料品、シャンプーの輸入拡大へ。2、イギリスで政権交代。左派が勝利しました。ウクライナ支援はどうなるかについて解説。3、イギリス議会選挙。決選投票の日が近づいています。ただし、右派は伸びたが勝てないのではないかと言われています。まずはロシアの北朝鮮にすがりつく姿から見ていきましょう。ロシアは北朝鮮から石鹸、シャンプー、衣類を購入する準備を進めている。ロスパテント紙によると、ロシアは北朝鮮から石鹸、個人衛生用品、トイレタリー用品を購入する予定だという。北朝鮮の製造業者はジーンズ、バッグ、靴の供給も検討している。しかし、この閉鎖的な国の特殊性を考えると、衣料品の種類は限られるかもしれない。特にジーンズはクラシックなものしか縫製されておらず、工場の品揃えにはリップドジーンズやタイトジーンズはない。国連の制裁決議は北朝鮮からの繊維製品の輸出を禁止している。このような制裁は核兵器や弾道ミサイル計画に使用される可能性のある資金源を断つために課された。安保理はまた北朝鮮の労働者が給与の最大 70% を国家に拠出していることから労働力の使用も禁止した。これに先立ち、平壌のロシア大使館はソ連時代のように北朝鮮からの衣料品や靴の輸入を復活させたいというモスクワの意向を表明した。北朝鮮の裁縫師は非常に高い品質で仕事をしており、北朝鮮での生産コストは中国よりもかなり低く、インドネシアやバングラデシュに匹敵するという。2022年2月以降、ウクライナ侵攻を受けて何百もの外国ブランドがロシアの店舗を閉鎖した。衣料品、アクセサリーのメーカーでは、アディダス、ナイキ、リーボック、デカトロン、プーマ、リーバイス、H&M、ザラ、シャネル、ルイ・ヴィトン、バレンシアガなどがそうだった。これに対し、産業貿易省は、以前は密輸とみなされていた外国製品を、権利者の正式な許可なく、ロシアに輸入できるようにしている。衣服や石鹸、シャンプーなど様々なものを北朝鮮からどんどんと輸入しようという計画が持ち上がっている。こういった話を聞くと、いや、そんなものだったら別にロシアで作ればいいのになと思った方もおられるでしょう。それは、普段のことであればその通りです。わざわざ北朝鮮に頼む必要はありません。ましてや国連の制裁違反ですよなんていう条件付きでわざわざ北朝鮮に好んで発注しようと考えるような国はロシアのような無法者のような国しかありません。そしてロシアがわざわざなぜそのようなことをしてまで北朝鮮から物を輸入しようとしているかといえば現在のロシア国内においては労働力の余剰といったものが全くないような状況です。それはウクライナの戦場において日々1000人、月間3万人程度が常に死傷するような状態がずっと続いており、このような状態を何とか補おうとロシア国内での兵士調達、それでも間に合わないから海外からの調達といったことを進めている関係で圧倒的に労働者不足といったものが進んでいるのです。しかも確保した労働者としてはそれらを軍需産業にどんどんとつぎ込んでいるような状態ですから、それ以外のことについては人を回せるような状況ではないのです。今回出てきたような生活用品のものについてはロシアで作る労働者の当てが全然ないんだったら中国から物を買えばいいじゃないかといったことが進められてきたわけです。ですから物があるといったことから戦争の影響はない、制裁の影響もない、欧米からの圧力なんて全く関係ないと情報発信する人たちもいるわけです。しかしこのチャンネルを見てきた人たちであればわかると思いますが、中国から物を調達するといったことについても制裁の影響が出始めています。これまでは何か足りないのであれば中国から買えばいいじゃないかといったことが行われ続けてきた関係で、ロシアと中国との間における貿易による金額や物量についてはどんどんと拡大傾向にありました。しかし、そのようなものの流れの中には軍事転用可能なものも大量に含まれていることから、アメリカが金融制裁を
拡大し、アメリカのドルやユーロの決済をできないように追加制裁を行ってきました。このような追加制裁はさらに拡大する可能性もあることから、中国の銀行もロシアから撤退し始めていますし、決済ができないのであれば、中国の企業もまたロシアとの物のやり取りについて手控えるようになってきたのです。このような制裁の影響といったものが一つ二つと連鎖的に積み重なることによって、じゃあ困った時は北朝鮮に頼ろうという形で今回の話が出てきたわけです。北朝鮮にしてみれば、ルーブルの決済であろうとも、それがロシアからの食料やエネルギー資源の購入に使えるというのであれば、それは構わないでしょう。ましてや、現在の北朝鮮は国連の制裁下にあり、大規模な貿易といったものは表立ってはできない状況です。しかしそれを国連の常任理事国が積極的に制裁違反を行って貿易してくれるというのであれば、断る理由は全くないでしょう。このような持ちつ持たれつという関係が発生しているのは、ロシアの衰退を非常に象徴的に表している話だと私は思います。次にヨーロッパの政治需要、ウクライナ支援とも絡みが大きくあるので、このあたりの変化についても見ておきましょう。イギリス、労働党が単独過半数、14年ぶり政権交代へ。保守党は現職閣僚や元首相ら相次ぎ落選。イギリスで4日にあった下院定数650の総選挙は開票が進められ、大幅な議席増によって14年ぶりに政権を奪還し、スターマー党首が首相となる。左の写真がスターマー氏で、この人物が新たな首相となります。スターマー氏は今から変革が始まると勝利演説した。惨敗となった与党保守党は現職閣僚や元首相ら有力議員の落選が相次いだ。スナク首相は同党の敗北を認めた。開票の結果、労働党は410議席、保守党110議席、こちらは248議席減っています。これにより、中道左派労働党のスターマー党首が新たな首相となる。同党は2019年の前回総選挙で戦後最悪の大敗を喫しているため、今回は目覚ましい逆転となった。スターマー氏は支持者らを前に勝利宣言し、私たちはやった。労働党は変わった。国のために奉仕する準備ができている。イギリスを働く人たちのために使える国に戻すと語った。スナク首相率いる保守党は、同党史上最悪レベルの結果が予想されているが、最大野党にはなる見通し。首相となるスターマー氏の人物像。スターマー氏は、イングランド南部出身の元検察官、労働者階級出身を自称する。父親は工具職人、母親は看護師だった。地元の学校を卒業後、リーズ大で法律を学んだ。後にオックスフォード大で学んだ。1987年に法廷弁護士となった。2015年にロンドン北部の選挙区から初当選。2019年総選挙での労働党大敗を受け、党首選に立候補し、2020年4月に勝利した。労働党の公約、公的医療を提供する国民健康サービスの診察について、長期にわたる順番待ちが深刻な問題となっているため、イングランドで毎週4万件の予約診療を増やす。この資金源にするため、納税回避や非定住者の税優遇など、抜け穴を取り締まる。小型ボートを使った違法移民の密航を手配する犯罪組織を取り締まるため、国境警備の中心となる機関を新設。住宅不足解消のため、関連法を改正し、150万戸の新規物件を新築する。初めて自宅を購入しようとする人に、新築の集合住宅で優先的に購入できるようにする。教師を新たに6500人増員。私立学校への税優遇廃止を資金源とする。ヨーロッパ全体の政治状況として言えば、いわゆる右派が勢力を拡大し、議席も獲得しようとしています。一方で、イギリスの場合だとそれが真逆の状況で、右派が負けて左派が政権を取ることとなりました。こうした背景としてあるのが、イギリスの EU からの離脱、ブレグジットの影響で、イギリス経済が無茶苦茶になってしまったという問題があります。今回選挙で勝った労働党の公約の中にも、医療制度改革が入っています。イギリスにおいては、医療費が無料になりますよという公的サービスがあるわけですが、しかし、ちょっとやそっとじゃ診察を受けられない、予約待ちが何ヶ月ですよなんていうことが日常化している問題が発生しています。
しかも非常に重い疾患などにおいても例外ではなく、がんが見つかったんだけれども次の診察が4ヶ月後ですよなんていうことになって、診察を受けた時にはもう体中に転移が進んでいて、とてもではないが助からなくなってしまったなんていう非常に悪い事例なども報道されている始末です。その他移民問題についても、非常に多くの移民を受け入れざるを得ないのはイギリスが EU に加盟しているからだ。EU から離脱すれば移民を認めることができるんだといった話からブレグジットが実施されたわけです。ところが EU からの離脱に伴って海外から入ってきていた労働者たちも他の国へと積極的に移動していったがために、イギリス国内においては労働者不足が深刻化していきました。移民を受け入れるか受け入れないかといった以前の問題として、そもそも働く人が圧倒的に足りなくなった問題が発生し、先ほども述べたような医療関係者がイギリスから脱出してしまったといった問題なども発生しているわけです。ですから国民生活に問題があるんだから今の政権ではダメだといった考え方から、右派政権から左派政権へと今回の選挙結果によって政権交代が起きたわけです。ちなみにイギリスの難民対策なのですが、もう入ってくるのはなかなか全部を防ぎきることができないので、捕まえ次第なんとかアフリカのルワンダという国へと移送し、そちらの方へとどんどんと送ってしまおうという政策が準備が進んでいます。今のところ大々的な実施は行われてはいませんが、このような政策があるよ、たとえイギリスに来てもルワンダに送るんだよといったことが広く知れ渡るようなことになれば、それが抑止策として機能するだろうと考えられています。実際にどうなるかについては今後の様子を見なければなりませんが、同じような考え方を持って、なるほどイギリスではそういう政策を取るのか、じゃあうちの国もというふうに手を挙げるだろうという国は今でも何件か報道がなされています。そしてこうしたやり方については状況次第では日本でも議論される日が来る可能性は十分あると私は思います。そうしたイギリスの事情だけではなく、ウクライナ支援についての話もしておきましょう。政権交代が行われました。特に政治的な目指す先が全く異なるような党が変わったのですから、ウクライナ支援も変わるかといえばそうではありません。イギリス政界においてはウクライナ支援を行おうというのは党派を超えた超党派の政策として支持されており、今回の政権交代に伴ってもウクライナ支援は変わらず行われるし、むしろ強化される可能性すらあります。これはウクライナ支援を行おうという全体合意のある状況の中で、現在の政権の問題点としてもっとできるんじゃないかといった形での批判が行われていたからです。実際に政権を握った後でウクライナ支援の拡大を打ち出すかどうかについてはまだ不透明ですが、そのような可能性が出ているだけに、少なくとも今回の政権交代はウクライナ支援への悪影響はちょっとなさそうです。これは朗報だと言えます。最後にフランスの議会選挙について、ロイターの報道によれば獲得議席予想は以下のようになっています。右派の国民連合が210から240、新人民戦線170から200議席、そしてマクロン大統領の与党である中道連合は95から125議席にとどまるだろうと見られています。フランス議会において絶対多数は289議席で、議席を大きく伸ばすであろう国民連合であろうとも、ここまでは伸びないだろうというのが現在の予想となっています。イギリスの総選挙がどっちも勝っても結局のところウクライナ支援そのものについては変化がなく、むしろウクライナ支援に積極的になるかもしれないというものでした。しかしフランスの選挙においては右派左派その考え方には違いがあって、ウクライナ支援を行うかどうかについても変化が大きく発生するかもしれません。国民連合は以前は極右というような呼ばれ方もする政策をいくつか出していました。例えばイギリスがブレグジットといって EU からの離脱を実施したのと同様に、フランス国内においても EU に加盟しているから多くの難民たちを受け入れざるを得ず、それに伴う人種間の激しい摩擦、そして仕事を難民たちに奪われてしまうといった反発から EU 離脱といった
理念などについても国民連合は以前は積極的に語っていました。しかし、現在はそうした政策については少し鳴りを潜める形で大衆化方針が取られています。問題は確かにあるし、それらについては積極的に取り組むんだけれども、反 EU の旗それ自体は少し後退し、離脱まではしなくていいから、とにかく対応そのものを改善しようといった形で穏健な方向へと舵を切っているのです。しかし、国民連合の前党首であるルペン氏は、プーチン大統領と非常に近しい人物として知られていますから、国民連合が議会の中で絶対多数を取った場合においては、ウクライナ支援に大きな障害になるだろうと考えられているのです。ところが、フランスにおける議会選挙においては、最初の段階で過半数を取らなかった場合においては、その後、得票数の少ないような人物については足切りする決選投票へと進んでいくこととなります。そして決選投票をするときに候補者の絞り込みが行われます。国民連合の場合は票を伸ばしてきましたから自分たちの候補者を下げるといったことはありません。一方与党の方は批判を大きく受ける中での議会選挙でしたから他の政党との候補者調整といったものを進めることとなりました。今回紹介したロイターの記事によればそのような決選投票に向けての候補者の調整といったものがある程度はうまくいくだろうといった状況へとなり国民連合が絶対多数を取ることはないんじゃないかというふうな評価へと変わってきています。この後の選挙結果以下によって連立政権を組むことによってマクロン大統領はある程度議会においても支持を受けることでしょう。しかし国民連合が大きく得票数を伸ばしてきたことそれ自体はフランスの国民が今の政権に非常に不満を持っていることの証明でもありこの傾向そのものが変わらなければ近い将来フランスでも政権交代は十分起こりうる状況です。そしてこのような傾向それ自体は何もフランスだけにとどまらずヨーロッパの他の国々においてもほとんど同様の傾向が見られます。EU の理念として人権擁護を掲げている関係で難民を極端に受け入れている姿勢というのは明らかにそれまで住んでいた人たちの生活を脅かす政策であり、さらには環境政策の行き過ぎといったものはエネルギー価格の高騰、それは光熱費の上昇や物価高へとつながっています。これもまた生活に直結するような問題ですから、いかにして理念と現実の生活をバランスを取るかについて、今は調整が取れていないような状態です。このままであれば当然のように、人々の不満からヨーロッパ各地で右派の議席がどんどんと伸びるといったことになるでしょう。そして問題なのはそうした右派の中には極端な政策を取りたがる人たちもいて、しかもそうした極端な政策を取る人たちというのは、とても陰謀論と結びやすいといった特徴があり、プーチン大統領などにとっては非常に手なずけやすい存在なのです。というわけで今回の動画はここまで。ロシアによる北朝鮮頼りといった状況はますます進んでいこうとしています。わざわざプーチン大統領が北朝鮮に行って首脳会談を行った成果としては十分なものでしょう。しかしそれは国連の制裁を常任理事国が自ら破っていく行動であり、大いに非難を集めるべき行動だとも言えます。しかし自国の利害以外にはあまり関心のないような国も多いといった現実があり、このようなロシアの行動を批判するのは日米欧などの一部の国にとどまるといった危険性も十分あります。だからこそそのような姿を見て無法者がまかり通る時代が訪れているんだよといった危機感を持つことが大事なこととなるでしょう。そしてヨーロッパの政治は非常にこれからも混乱しかねない要素といったものがたくさんありますから、日本は日本でそのようなヨーロッパの失敗といったものから日本ではそうならないようにしなければという学習をする場として観察し続けるべきでしょう。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。